すぐ購入するのではなく、他に何かないかなということで探してみたんですよね。レシーバーがですね、USB Type-C が直接生えてるんですよね。マイクもですね、よしあしあると思うんですけれども、実際にですね、音声を記録するものによってもですね、結構変わると思うんですよね。はい、皆様こんにちは。本日はですね、GoPro Hero 6 Black を使いまして、ワイヤレスマイクの方はホリーランドラーク M1 ソロを使ってですね、音が GoPro ではどのように撮れるのかというところを見ていきたいと思います。このマイクはですね、先日かなりお安くなっていたものですから、というか、もともとお安かったんですけども、私が気づいていなかっただけなのか、4455円で購入することができたんですよね。ただですね、ちょっと待てよと。すぐ購入するのではなく、他に何かないかなということで探してみたんですよね。で、そうしますと、ボヤミニという商品がなかなか良さそうだったものですから、そちらの方をですね、商品のことですとか、あと YouTube でどんなような音が取れているのかというようなことをですね、確認しようといろいろ検索していたんですけれども、端的に言うとですねボヤミニの方が、内容的には好みかなと思ったんですよね。で、その内容というのは、ノイズキャンセラー機能がですね、ロー、ミドル、ハイと3段階で任意に調整ができるんですよね。そういうことができるのはいいなと。あとは必要ないんですけれども、ボイスチェンジャー機能でしょうかね。じゃあなぜそちらの方を選択しなかったのかと言いますと、レシーバーがですね、USB Type-C が直接生えてるんですよね。なので、3.5ミリのピンジャックが使える方が、どちらかというとですね、汎用性は高いので、実際ですね、私が所有しているカメラと言いますのはタイプ C じゃないものもありますから、それらがですね、全滅してしまうわけですね。で、タイプ C のものは何かと言いますと、GoPro が2台、DJI Osmo Action 4 1台、XTU S6 が1台。この中で使えるのはですね、アクション4しかないんですよね。ちょっとそれは確かにものすごく小さくてですね、レシーバーもマイクもすごく小さいので、これは良さそうだなぁと思っていたんですけれども、汎用性の部分でですね、私が購入したこちらの M1 ソロの方は、所有しているもの1台を除いて全て使えますので、1台を除くというのはですね、外部マイク対応になっていないカメラなんですけれども、加工して 3.5mm ピンジャックつけようと思ったんですけど、1回開けたんですけれども、かなりごちゃっとしてまして、そのカメラというのがですね、現在広報用のカメラとして撮影している E テクノロジー E4K なんですよね。そのカメラ以外に関しましては、現在の M1 ソロの方で使えますから、やはりですね、ボヤミニの方はちょっと難しいかなということで、こちらの方を選択したんですね。GoPro に関してはですね、結構音声の方は低い音から高い音まで取ってくれますので、こういったですね、ワイヤレスマイクのテストなんかには好都合かなというふうに思うんですけれども、さあどうでしょうかね。周りの環境音ですとか、ちょっと川の音が聞こえたりなんかいたしておりますけども、あとはカラスの鳴き声とかですね、
マイクもですね、良し悪しあると思うんですけれども、実際にですね、音声を記録するものによってもですね、結構変わると思うんですよね。ですから、いろいろとですね、カメラを取っ換え引っ換えいたしまして、マイクの方を使ってみているんですけれども、実際にですね、使うのは私なので確認する意味も含めまして収録しておりますね。さあ、今回こちらの、GoPro の方に関しましては、内蔵手ブレ補正ではなく、ジャイロフローをかけた映像になりますね。こちらの方がどちらかというと私は好みなので、しっかり撮れると言いますか、しっかり手ブレ補正が効いていると言いますか、少し風が出てきましたね。風切り音の方はどうでしょうね。この映像を撮る前にですね、XTU-S6 の方でもこちらマイク使って撮影の方をしてきたんですけれども、その時も行いましたけれども、ノイズキャンセラー機能の方、ちょっと使ってみましょうかね。はい、これでノイズキャンセラー機能の方がオンになりました。音声の方はどうでしょう。環境音の方は今現在、右側の方、川が流れておりまして、そちらの川の流れる音と、あとは左側の方、車の方が走っているんですけれども、大型車以外はちょっと車の方はほとんど音聞こえませんけど、それに、あとは、ちょっと風が強くなってきておりまして、若干の向かい風になっております。この状態でノイズキャンセリング機能、どういう働きをしてくれるかと。さあ、どうでしょう。周りの環境音がうるさくなればなるほどですね、ノイズキャンセラー機能の方は強くかかりますので、そうなるとですね、エフェクトがかけられたような機械音っぽいような声になってしまいますから、とはいえ、この辺はそんなに騒がしくないので、極端にきつくはかかっていないとは思うんですけれどもね。GoPro Hero 6もですね、ちょっと出番の方が少ないんですけれども、今後はですね、元ブログなんかでも使っていこうとは思っておりますが、加えてですね、Hero 10の方はですね、それに輪をかけて全然使ってないんですよね。GoPro Hero 10の方が内蔵手ブレ補正はしっかり効きますから、本当はですね、Hero 10の方も使っていきたいんですけども、この辺でちょっとノイズキャンセラー機能戻しましょうか。切りましょうか。はい、これでノイズキャンセラー機能オフになりましたね。それでヒーロー10の方が使用頻度が少ないというのがですね、内蔵バッテリーを使って記録するとですね、すぐバッテリー切れちゃうんですよね。特にバッテリーが非常に劣化しているのですぐ切れるというわけではないんですけれども、すぐ切れるといってもですね、だいたい1時間ぐらいは使えるんですけれども、それでも1時間ですからね。その後に購入いたしましたアクション4ですとかになりますと、だいたい1個のバッテリー、ほぼほぼ同じ設定で撮影したといたしまして、そうですね、だいたい1時間40分から50分ぐらい撮影ができますので、そう考えるとですね、そのバッテリーの持ちの長さもそうですし、あと熱暴走で録画が勝手に止まってしまうということも、これから暖かくなっていく時期、多く発生してくると思うんですけども、それに関してはですね、こちらのヒーロー6の方が、その熱暴走の点に関しては、ヒーロー10より起こりづらいんですよね。
なので、意外とこっちの方が多く使っていたりするんですけれども、ただやっぱりですね、手ブレ補正に関しましては、新しく出た方がどんどん手ブレ補正良くなっておりますし、機能性能は上がっていると思いますから、新しい方がいいんでしょうけれどもね、そういった手ブレ補正の性能の方を埋める内容として使っているのがジャイロフローなんですけれどもね。さあ、ここらでですね、ちょっとマイクの、設定の方のお話の方をしていこうと思うんですけれども、まず現在は先ほども言いました通り、ノイキャンはオフになってます。そして、レシーバーのゲイン入力、こちらの方はロー、ミドル、ハイの3段階の調整があるうちのローで撮影の方をしております。というのも、もともとですね、こちらの M1 ソロというワイヤレスマイクですね、小さい音でも結構大きく拾うみたいなんですよね。なので、あまりちょっとマイク近くに設置しますと音割れしちゃうんですけれども、できるだけそういうのを回避するためにですね、現在はローで撮っておりますね。ちょっと風が出てきましたね。あとは、ステレオ、モノラルという切り替えもできるんですが、現在はモノラルになっております。モノラルと、ステレオの違いなんですけれども、切り替えて確認してみましたところ、音質に関してはですね、ちょっと風強いな。音質に関してはですね、そんなに変わんないんですよね。モノラルというので結構こもったような音になってしまうのかなと思ったんですけれども、特にそういうことはなかったです。ちょっと向かい風が強いので、どうでしょう、風切り音入っちゃってますかね。このぐらいなら大丈夫なんでしょうかね。これ以上ですね、風が強くなるようであれば、ノイズキャンセラー機能の方をオンにしたいと思いますけれども、今のところ、現状のまま撮っていきたいと思っております。さあ、現在はそこそこ強い向かい風になってますね。隣にはですね、すぐ車も走る道路もありますから、ちょっとここらでやはりノイキャンをオンにしてみましょうかね。はい、ノイズキャンセラー機能の方をオンにしました。どうなんでしょうね。風切り音ですとかというものは軽減されるんでしょうかね。走っている車の騒音ですとかに関しましては、ある程度軽減はされるとは思うんですけれども、それでも、限界があるでしょうし、風切り音は騒音とみなされるのかどうかも分かりませんけど、はい、ちょっと獣道みたいなところを通ってですね、サイクリングロードの方に戻りたいと思いますけれども、一応、歩いている、走っている跡はあるので来ましたけれども、とはいえ、ここは河川敷のサイクリングロードではないですね。はい、ノイズキャンセラー機能オフにしました。この辺から降りれるのかな。降りれないな。
どこかですね、右側の方、サイクリングロードに降りる道があると思うんですけど、ここはどこだ。階段はあるんですけれどもね、道がないんですよね。あそこかな。奥の方に車止めの柵が見えますけど、あれっぽいですね。さあ、ようやくここからですね、またサイクリングロードの方に戻りたいと思います。じゃりー、じゃりじゃりー。よいしょ。やはりサイクリングロードは一般の国道と違ってですね、信号機がないですし、車も通らないので、自転車は比較的安全に走れますからね。そういう点では、こちらのですね、河川敷のサイクリングロード、札幌市内をですね、かなり大きく移動できますので、非常に助かっている道ですね。さあ、ちょっとお尻も痛くなってきましたので、奥の方で1回休憩しましょうかね。はい、というわけで本日はこの辺で動画の方終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。